あれこの行動って日本人しかしない？そんな瞬間ありませんか？僕、韓国人なのにたまにあるんですよ。韓国に19年間も住んでいたのに、気づいたら日本に染まってた自分がいた。なぜ僕はこうなったのか、その瞬間には日本の文化、歴史、そして人を気遣う DNA が隠れていました。そんな日本人になったと感じる5つの瞬間を語ります。この動画を見ると外国人から見た日本っぽさがよくわかります。ぜひ最後まで見てみてください。一つ目はですね、お茶碗を持って食べることです。カチャッと銀座の定食屋、海鮮定食を囲んだある日のこと、僕は左手には無意識に日本製茶碗がありました。ふわっと湯気が喉をくすぐり、鐘が鳴ったみたいにゴーンと響きました。日本では茶碗を持ち上げるのは礼儀。一口ずつご飯の粒を大事に静かに口へ運ぶ。いただきますとごちそうさまですに命を吹き込むような動作。まるで食卓全体が一つの神聖な舞台のように感じます。でも韓国は違う。銀のスプーン文化。器は絶対に置いたまま。もし持ち上げたら下層民の所作だと思われることもある。これ昔はそうだったらしいです。朝鮮時代みたいなレベルで言うと。だからそれがちょっと残っていて、もうスプーンでそのまま入れて食べるっていうのがありますね。箸じゃないですから、スプーンで食べても楽なんです。僕が韓国にいた頃は片手でスマホで片手でスプーンやって、器はなんて持たないでこうやって食べていました。だけど今では器の底をそっと支え、焼きたての米の香りを鼻に吸い込みながら今日も生きてるなーって一人しみじみしていました。その手にあるのはただの茶碗じゃない。僕にとっては文化と心の温度、今日もそっとお茶碗を抱えて生きています。9年目の日本でですね。二つ目はですね、かもしれないを連発するときです。最近の僕の口癖です。いや、多分いけるかもしれない。好きかもしれない。大丈夫だと思う。多分。まるでかもしれないの沼にはまっています。日本に来てからというもの、言葉が丸くなった。角が削れた。会話がふんわりしてきた。東京上野の居酒屋で焼き鳥をかじりながら後輩に予定を聞かれても、いけるかもねーと返す。はっきりしない。でもどこか気持ちがいい。心地がいい。それが日本なんだなと思うんですね。はっきり言わない。けど、なんとなく伝わる。匂いのほんの少しだけする香水みたいに、そっと心に届く。韓国では違いました。極端な話なんですけれども、イエスかノーかみたいなですね。好きか嫌いか。白黒つけるのが、当たり前でしたね。会話はスパイス強めで、テンポも早めで、そして断定的。恋人同士では、君のこと愛していると言わないと怒られることもある。月が綺麗だねと話したら、頭大丈夫という目で見られます。でも日本は曖昧が優しさになる国。断定を避けることで相手の気持ちに逃げ道を残す。100% じゃなくて、あえて 90% に留める。それが和の要約。でもこれが残りの 10% に当たることもあり、その時はありがたいですよね。かもしれないって本当に不思議な魔法の言葉。安心も優しさも余地も全部詰まっている。今の僕の辞書では断言より共感が優先順位1位かもしれません。焼き鳥の炭の香りと一緒にいけるかもしれないっていうだけで、なんか心が丸くなる。そういう国、日本だなというふうに思いました。いや、もう今はですね、話し方がだいぶ日本的なイントネーションもそうだし、使っている単語もそうだし、話し方もそうなっているというふうに思っています。これは韓国語を使ってもですね。三つ目はですね、派手な人に何も思わないということです。渋谷の午後7時、金曜の放課後、原宿から流れてきたような高校生たち。耳に完全ピン、髪はラベンダー色、足元は厚底ブーツの20センチメートル超え。隣では金髪の外国人アイス片手に TikTok を撮っている。いや、でも何も感じなかった。ああ、そうなんだって思っただけでした。昔の僕なら目をまん丸にしてて、何あの服あの人、男の人女の人と心の中でざわついていた。けど今の僕は、自由な方なんだなとしか思わない。日本では他人に興味を持たないって実は最高の優しさかもしれません。誰がどんな服を着ていようか、どんな恋をしていようか、そうなんだって終わることが多い。ジャッジしない、干渉しない、静かなリスペクト。もちろん、これは場所を選んでやらないといけないとは思うんですけどね。で、韓国にいた頃は調和が大事でした。服は流行りにハマって、男子はこういった黒メガネとかマッシュヘアが多くて、今僕もそうしてますね。女子は白いメイクと、ミニスカみたいな。個性は悪目立ちしてしまい、
僕も流行りの真似ばかりして自分の好きを出すのが怖かったですね。でも今は違う。ピアスがあれ、髪型がどうであれ、髪色がどうであれ、体型がどうであれ、声のトーンがどうであれ、そういう方なんですね、としか思わなくなってきた僕がいます。韓国で変わってるねと言われると、これは危険サインなんですけれども、日本で変わってるねと言われると、なんか中立的な言葉と言いますか、なんか言葉その通りで、もちろんこれも場面によっては危ない時もあるとは思うんですけれども、割と中立的なんだなというふうに思っています。その空気に9年も使ってたら、それは僕も変わりますよね。自由人で驚かなくなった僕。それが僕の驚いた出来事です。4つ目はですね、これ迷惑かなと思う時です。金曜の夜、知り合いとの飲み会。場所は新宿の居酒屋。串盛り8本生徒。ビールが進む賑やかなテーブル。でも僕はそろそろ帰りたかった。次の日、朝から野球が入っていたから。でも言えなかったんですよ。これ先に帰ったら迷惑かなと。そんなフレーズが頭の中で何十回も飛び回っています。日本は空気の国。言葉より雰囲気の方が大事な場面もある。誰かが先に動くことで全体のリズムが崩れる。そう思ってしまう文化があるんだと身をもって学びました。例えばカラオケで盛り上がっている最中に、じゃあお先に帰りますねというのが難しい。みんなのテンションを落としちゃうかもという見えない気配り。韓国も確かにそのような空気はあります。でも帰っても良い時は、雰囲気的にわかりやすい。例えば、日本でも野球場で試合が終わる直前にとかですと、みんな一人二人去っていきますよね。そんな感じですね。で、日本は全体の輪を乱さないように振る舞うことが大事だと思っています。それで僕も昔と違うようになりまして、誰かが水をこぼしても、誰かが沈黙しても、順次にそれを埋めることが自然にできるようになりました。空気が読めるようになったんじゃなくて、どちらかというと読もうとする自分が生まれた感じですね。迷惑かもという視点はもはや日本語の一部だと思うんですよ。優しさの象徴ですよね。見えないところで息を潜め、目に見えないルールの上で美しく踊る。僕の心もそのダンスにだんだん馴染んできた気がします。5つ目はですね、相手中心で考える時です。金曜の夜、野球の後にみんなと食事に行くことになりました。僕は中華料理が食べたかった。でも仲間の顔を見てふと考えました。いや、もしかしたらこの人たちは回転寿司の気分かもしれない。この瞬間気づいたんですよ。僕もう完全に相手中心の思考になってるんじゃないかと。日本では私がどうしたいかというより、相手はどうしたいかに敏感な人が多い。どっち行きたい？合わせるよって会話がどこにでもある。自分の欲望を出す前に相手の気持ちを想像する。そういう気配りが日常に溶け込んでいる気がします。韓国にももちろん思いやりはあります。けど若干雰囲気が違うんですね。まずは自分の気持ちを言ってからお互いに中間点を探すスタイルが種類です。だからこうして無意識に自分の相手のお腹具合まで考えるようになった自分にちょっと笑ってしまいました。日本に初めて旅行で来た時に僕はふと日本の思いやりを感じていました。自分のことより相手のことを考える配慮。当時はうっすらと感じたものでした。でも今ならわかる。それはやはり日本らしさだったんだと。僕の知り合いで中国で生活していた人たちがいます。彼らは中国の方の大まかな特徴としてこういうことを感じたと言います。自分の人生は自分のもの。他人の期待に振り回される必要はない。それもすごく好きな価値観です。でも日本のあなたを思って私は動きますね。という美学もものすごく遠いと思いました。誰かの胃袋を想像しながら歩く街、中華か、回転寿司か、いや、きっとどっちでもいいんです。その迷いと気配りがまさに日本生活の真骨なのかもしれません。正直に言うとですね、僕は日本人らしいねと言われるのが、好きかどうかで言われたら、好きなのかな？わかりません。好きではないかもしれないです。今更ですけどね。で、韓国人らしさとか外国人っぽいねみたいなことも同じくそうなのかなっていうふうに思います。そんな風に何かでくくられるとちょっとだけ息苦しくなるからですね。でも確かに思うんです。社会にはその国ごとに流れる空気がある。言葉じゃない、ルールでもない。でも確かに感じる雰囲気。日本に住んで9年、気づけばその空気に馴染んでいました。自分の声のトーン、歩く速さ、言葉の選び方まで少しずつ変わってた。社会のリズムに合わせて生きることって案外面白い。自分が変わることを恐れずに少し笑って受け入れてみると世界がもっと柔らかくなる。今日の動画があなたにとってそんな気づきの一つになれたら嬉しいです。今日の話はここまでです。以上、パックンでした。アンニョーン。